はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。Steam で2021年10月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。10月下旬は面白そうな作品が多く、リストアップした作品の中から絞り込んで17作品を紹介します。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームやセール情報など簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。 YouTubers Life 2 2021年10月19日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は6314人。 YouTuber 体験シミュレーション。 YouTuber となって人気を集め成功を目指すシミュレーション YouTubers Life の続編です。実在する有名な YouTuber たちも登場し、彼らとコラボすることも可能とのこと。本作の舞台 YouTuber シティでネタを探して動画を作成、再生数やチャンネル登録者を増やし人気 YouTuber を目指していく。動画の作成は所持しているアクションカードを使って作成する。動画の品質はカードの選択によって画面上部にある顔マークのゲージが上下するため、バランスよくゲージを上げていくことが重要です。カードは動画投稿や他の YouTuber からミッションを達成すると獲得でき、多くのカードを手に入れるといろいろなアクションを起こせるため、よりクオリティの高い動画を作れるようになります。また街では撮影した写真を SNS に投稿することができ、トレンドに合わせた写真を投稿すると多くの反応を得られたり、ショッピングや他の YouTuber と交流したり、イベントへの参加などもできるとのことです。 YouTubers Life 2は2021年10月19日リリース予定日本語対応の作品です。アンダーイング2021年10月19日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は8181人。残された時間で生きる術を息子に教えるサバイバルアドベンチャー。ゾンビウイルスの蔓延で崩壊した世界を生き抜く親子の絆を描く物語。ゾンビウイルスが発生し4ヶ月が経ち、母親アイリンと息子のコーディは軍が設置した地下鉄の難民キャンプに避難していた。しかし地下鉄はゾンビの大群により崩落。アンリンは押し寄せるゾンビからコーディをかばいながら自宅へとたどり着いたのだが、すでにアンリンはゾンビに噛まれ自らの運命を受け入れていた。プレイヤーはアンリンとなって残されたわずかな時間を使い、息子のコーディがこの世界で生きていけるように導かなければならない。空腹や喉の渇きなど体調管理を行いつつも、コーディのスキルアップの管理も重要となります。コーディは母親の行動を見て少しずつ成長し、経験を積むことで一緒に戦ったり、アンリンには見つけられないアイテムを発見できるようになります。ゾンビサバイバルに育成要素が盛り込まれた作品。体験版は日本語未対応ですが、気になる方はチェックしてみてください。アンダーイングは2021年10月19日リリース予定日本語対応の作品です。ウォーモングレルズ2021年10月20日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は17,747人。第二次世界大戦の東部戦線を元にしたリアルタイムストラテジー。戦争によって多くの人々の命を奪い、運命を変えねじ曲がった社会が持つ闇など、戦争の側面にスポットを当てた作品です。物語は政府のプロパガンダに踊らされ、前線で3年もの間戦い続けた2人の主人公はやがて戦争の悲惨さに目を覚まし、無意味な殺戮を阻止するために立ち上がります。自分たちを国際的な紛争に巻き込んだナチス軍の勢力に対抗するため、ドイツ国防軍を裏切った2人の脱走兵がゲリラとなるまでの道のりを描いた作品。ゲームシステムはオーソドックスな見下ろし型のリアルタイムストラテジー。戦争ものですが、基本的にはステルス行動で敵の視界に入らず物陰に隠れながらステージをクリアしていくといったゲーム内容。体験版を遊んでみた感じでは、シャドウタクティクスやデスペラード3のようなね、ステルスストラテジーと強行突破時やトップダウンシューターになったりと、ステルス以外の攻略法も楽しめる感じでした。最大2人での協力プレイに対応、シーツをベースにした濃厚なストーリーを楽しめる本作。ウォーモンゴレルズは2021年10月20日リリース予定日本語対応の作品です。インサイクリプション2021年10月20日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は8337人。ホラーな世界観で展開するデッキ構築のローグライク。カードベースの冒険にデッキ構築のローグライクと薄暗い不気味な小屋で展開されるカードゲーム。小屋の中は薄暗く、目の前のテーブルの向こうには暗くて目だけしか見えない何者かが潜んでいます。プレイヤーは言われる側にカードゲームを始めることになる。
カードゲームはターン制で条件を満たしている限り手札を全て使うことも可能。しかしプレイヤーはターンの初めに狼やリスなどが描かれたカードを1枚しか引くことができません。また狼など強力なカードを出すにはリスなどの小動物を生贄にしなければならないため、生贄となるリスのカードを引くか強力なカードを引くかも勝負のポイントです。スレイザスパイアとよく似たようなシステムで、バトル以外のマス目ではバトルに役立つアイテムやカードをアップグレードすることができます。体験版を遊んでみましたが、カードゲームだけではなく薄暗い小屋の中にも謎解きのギミックのようなものもあり、ものすごく興味深い作品でしたね。体験版も日本語対応なのでご興味ある方はチェックしてみてください。インサイクリプションは2021年10月20日リリース予定、日本語対応の作品です。エスケープシミュレーター2021年10月20日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は2130人。人数は分かりませんが多人数参加型の記載とあります。室内に設置されたあらゆるものを手に取り、壊したり焼いたり溶かしたりして謎解き部屋から脱出する。多人数参加型の協力プレイモードと記載があるので、フレンドと一緒にそこそこ難しそうな謎に挑むのも楽しそうですね。脱出ステージは全15室、古代エジプトの迷宮や宇宙船内などとんでもステージが用意されているみたいです。体験版は日本語未対応ですが、3つのステージを遊ぶことができます。エスケープシミュレーターは2021年10月20日リリース予定、日本語対応の作品です。グレイブウッドハイ2021年10月21日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は1239人。高校を舞台にしたステルスホラー。舞台となるグレイブウッド高校では複数の生徒が行方不明となる事件が起きており、プレイヤーは行方不明の生徒を探し出すとともにこの事件の真相へと迫っていくといったストーリー。深夜の学校に侵入したプレイヤーが見たものは、建物が常に揺れ動き死の迷宮と化した校舎とこの狂った場所を不気味に徘徊する教師の男。学校のレイアウトは時間経過や捕まるごとに変化し、さらに内部はプレイヤーと教師により破壊も可能。教師の男はゲームが進むにつれ肉体的に変化し、新たな能力を身につけ、より賢くより危険な存在になっていきます。行方不明の生徒を見つけ出し、この狂気に満ちた事件を暴き、無事にこの学校から脱出を目指すゲーム。グレイブウッドハイは2021年10月21日リリース予定、日本語対応の作品です。タンデム A Tales of Shadow 2021年10月21日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は1239人。19世紀のロンドンを舞台にしたパズルプラットフォーマー。物語は19世紀ロンドンで有名な記述師一族のトーマス・ケインが謎の失踪を遂げたことから始まる。主人公の少女エマと彼女のテディベアフェントンは不気味な気配が漂う中、入り組んだ仕掛けや謎の生物が潜むケイン邸の探索に乗り出し、事件を調査していく。ゲームシステムはエマとフェントンを切り替えながら屋敷内のギミックや謎を解き、それぞれのステージのどこかに隠してあるクリスタルを探し出し、次のステージへと進んでいく。プレイヤーはエマとフェイトンを交互に切り替えていくのですが、エマを操作するパートでは見下ろし型視点、フェントンを操作するパートでは横スクロールとなるが特徴です。エマが持つランタンでフェイトンの道を作ったり、エマが通れない障害をフェイトンがギミックを使って通れるようにしたりと、お互いを補い合いながら進んでいく。エマのパートとフェントンのパートという異なる2つの操作性で探索していくシステムがユニークな作品。体験版は日本語未対応ですが、気になる方はチェックしてみてください。タンデム A Tales of Shadows は2021年10月21日リリース予定、日本語対応の作品です。グローボット2021年10月21日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は1894人。宇宙ステーションを守るロボットが主役のアドベンチャー。Q と呼ばれる宇宙ステーションを舞台にドーム型の頭をしたロボットナラがエイリアンの脅威から宇宙ステーションを守るために奮闘する 2D のポイント&クリックアドベンチャー。主人公は宇宙ステーションの責任者となるべく訓練を受ける学生ロボットナラ。訓練の初日に何者かの攻撃により宇宙ステーションは急速に成長するクリスタルに侵食されていく。ナラはこの事態を収拾すべく幻想的で緑豊かな庭園の広がる宇宙ステーションを探索し、壊れた仲間を助け機械を修理してこの事態の原因を探っていく。体験版は日本語未対応ですが、気になる方はチェックしてみてください。グローボットは2021年10月21日リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・ダーク・ピクチャーズ・アンソロジーハウス・オブ・アッシュズ2021年10月22日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は6582人。
新感覚ホラーアドベンチャーダークピクチャーズシリーズの3作目、全8作でリリースが予定されている本シリーズ。幾度となく迫られる決断によって物語やキャラクターの生死が左右される新感覚ホラーアドベンチャー。第3作目となるハウス・オブ・アッシーズの舞台となるのは2003年のイラク戦争末期。大量破壊兵器を探していたアメリカの特殊部隊は現地で敵対勢力の攻撃を受け、さらには戦闘の最中に巨大な地震が発生し、両軍の兵士たちは地下深くに眠るシュメール神殿へと誘われていきます。神殿で見つかる怪しげな石板、悪魔をかたどった彫像、そして迷い込んだ兵士たちに襲いかかる未知の怪物。恐怖に満ちた発見と究極の決断が生き残った者たちに襲いかかります。自己の生存を優先するのか、敵対関係を乗り越えて団結して恐怖に立ち向かうのかはプレイヤーの決断次第です。オンラインで2人協力プレイヤー、オフラインではキャラクターごとに5人で遊ぶことができるようです。ザ・ダーク・ピクチャーズ・アンソロジー・ハウス・オブ・アッシーズは2021年10月22日リリース予定、日本語対応の作品です。ムーングローベイ、2021年10月26日リリース予定、おそらく日本語対応の作品です。フォロワー数は2889人。Steam のストアページでは日本語未対応ですが、公式サイトおよびエピックゲームストアのサイトでは日本語対応となっているので、おそらく日本語で遊べると思います。釣りレーター、魚と料理で寂れた街を立て直す釣り RPG。 1980年代のカナダ東海岸を舞台に、見習い漁師となった主人公ケイシーが破産の危機に瀕している街を立て直し、パートナーの最後の願いを叶えるために奮闘する物語です。流氷のある極寒の地から間欠泉の存在する海まで様々な海域を探索。登場する魚の種類は100種類以上で、利用できる漁法も複数あるみたいです。釣ってきた魚を調理して新しいレシピを開発する。開発したレシピは町のレストランに提供して町の再建に貢献する。また町の発展とともに釣りの道具やレストラン、さらには釣り船もアップグレードできるようになり、宴会に繰り出していけるようになります。RPG と明記されていますが、 PV を見た感じ RPG 要素は少なそうでアドベンチャーっぽい感じですね。本作は Xbox ゲームパスの対象作品にもなっています。ムーングローベイは2021年10月26日リリース予定、おそらく日本語対応の作品です。マーベルズ・ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー、2021年10月27日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は 18,210 人。ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーシリーズを元にした完全オリジナルストーリーの TPS アクションアドベンチャー。プレイヤーはガーディアンズのリーダースターロード。一筋縄ではいかないメンバーを束ねて銀河を冒険し、自ら引き起こした未曾有の大事件により危機に陥った銀河を救うといった物語。プレイヤーであるスターロードは銃を操ることを得意としており、さらには4つの属性を放てるエレメンタルブラスターと2段ジャンプが可能なジェットブーツを使って次々と敵をなぎ倒していく。またガーディアンズモードによってそれぞれの特徴を持った仲間に指示を出し、協力して戦っていく。戦闘を勝利するために重要になるのは仲間との連携。仲間たちのことを常に気にかけながら適切な指示を出し、彼らの能力を最大限に活用しましょう。探索パートではマップを探し、アップグレードに必要なリソースなども入手してスターロードの装備をアップグレードさせることができたり、また一癖ある仲間たちとの会話を通して彼らの過去や性格を知るエピソードを聞くこともできるとのことです。マーベルズ・ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーは2021年10月27日リリース予定、日本語対応の作品です。エイジ・オブ・エンパイア4、2021年10月29日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は 17,945 人。ストラテジーゲームの金字塔、12年ぶりのナンバリングタイトル。中世からルネッサンス期500年に及ぶ歴史を舞台にしたリアルタイムストラテジー。基本的なルールはシンプル。リアルタイムに時間が経過する中で資源を効率的に集め、人を増やし、時代を進化させて自国の文明を強化し、相手の文明より先に勝利条件を満たすことです。ゲームシステムがシンプルなだけに、他の文明と差をつけるにはプレイヤースキルが重要になってくる奥深い作品。世界各地に異なる特徴を持った8つの文明が登場。巨大な像を備えたデリー・スルタン、建物をパッケージングし建物ごと移動できるモンゴルなど、文明特有の要素を備えている点が大きな特徴です。戦術面でも進化しているようで、部隊を森に隠し奇襲する待ち伏せや城壁で囲まれた城を弱体化させることができる包囲などの要素が盛り込まれています。4つのキャンペーンと35のミッションが用意され、最大8人のマルチプレイでの対戦や協力プレイも楽しむことができます。 Xbox ゲームスタジオの作品なので、本作も Xbox ゲームパスの対象作品になっています。
エイジ・オブ・エンパイア4は2021年10月29日リリース予定日本語対応の作品です。セイント・コタール2021年10月28日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は975人。悪魔崇拝や黒魔術をテーマにしたサイコホラーアドベンチャー。物語の舞台はクロアチアの山間部に位置する小さな町スベティコタル。町の周囲は薄暗い森に囲まれ、多くの家が空き家となった不気味な町。主人公は中世の歴史を研究し、常に聖書のルールに従う大学教授のベネディクト、古代遺物への執着とモルヒネという2つの依存症を持つニコライ。2人はこの町で行われていた神聖な祭りの最中に行方不明となってしまった妹ビクトリアを探すことになるといった物語。神聖な祭りの最中に起きた出来事に口を閉ざす町の人々。全ての出会いに疑惑の空気が漂い、明らかになっていく町の真実。結末はマルチエンディングとなるポイント&クリックのサイコホラーアドベンチャー。セイント・コタールは2021年10月28日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。ファーミングライフ2021年10月19日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は5270人。農業起業家を目指す農業シミュレーション。草木ばかりの農場をきれいに整備し、農業用機械や飼育場や加工プラントなどの建物を建築し、動物飼育で得られた原材料をもとに専用工場で加工して販売する。農場から少し離れた町では様々なお店が立ち並び、市場などで農作物を売ったり、新しい農機具を買ったりするために頻繁に訪れることとなります。地元新聞のファーミングタイムズでは最新のニュースや農家のトレンドを知ることができるほか、市長からのミッションやランダムクエストを受注することもできます。果物栽培や穀物栽培、様々な動物の飼育を楽しむことができるほか、物流やスタッフの管理マネージメントをしたりといった経営能力も問われるゲーム。ファーミングライフは2021年10月19日リリース予定日本語未対応の作品です。ディサイプルズ・リベレーション2021年10月22日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は10837人。前作は超高難易度だった単性シミュレーション。2010年に前作にあたるディサイプル3がリリースされ、約11年ぶりの新作となる本作。ヒューマン、エルフ、デーモン、アンデッドなどが共存するファンタジー世界ネバンダールを舞台に、主人公のアビアンナとその仲間たちが出会いと別れを経験し、絶望や暗闇の中でもがきながらも世界の解放を目指す道のりを描くダークファンタジー。プレイヤーの選択次第で仲間や勢力との関係が変化したり、目的そのものを変えてしまうなど、とても自由度の高い作品になっております。戦闘はアクションポイントを利用してマス目状のユニットを動かす単性シミュレーション。仲間を選んで成長させる要素や戦略重視の単性バトルなども特徴。ユニットを編成し、様々なスキルやアビリティを駆使して強大な敵対勢力に立ち向かっていく。ディサイプルズ・リベレーションは2021年10月22日リリース予定日本語未対応の作品です。ザ・アンリビング2021年10月26日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は12150人。死者の軍勢を率いて戦うローグライクなアクション RPG。 プレイヤーは不死の魔術師ネクロマンサー。聖職者らによって地獄に囚われていたが、長い年月を超えて復活し、教会への報復を描く物語。死者を蘇らせる能力を持ったネクロマンサーは墓から死者を呼び起こし、さらに倒した聖者もアンデッドとして味方に引き入れることが可能。アンデッド軍団を拡大させながら人間たちを根絶やしにしていく。ネクロマンサーはアンデッドを呼び起こすだけではなく、作り出したアンデッドを犠牲にして強力な魔法を発動したり、アンデッドの魂を刈り取ることでライフを回復させたりすることもできます。物語を進めていくと、ネクロマンサーの失われた記憶が少しずつ蘇り、不死の本質や教会の恐るべき真実が明らかになっていく。ザ・アンリビングは2021年10月26日リリース予定日本語未対応の作品です。キャシー・レインディレクターズカット2021年10月26日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は1422人。1990年代を舞台に祖父の死の謎に迫っていくミステリーアドベンチャー。ジャーナリスト志望の主人公キャシー・レインが祖父ジョセフの死を知り、葬儀のためにコーンウェルスプリングスに戻ってくるところから物語は始まります。葬儀の後、10年以上前に祖父の様子が別人のように変わってしまったことを知ります。祖父が残した手がかりの痕跡を追うにつれ、浮かび上がってくる疑問。
祖父の人生を変えてしまった運命の夜に何が起こったのか、祖父の死の謎を追う旅を通じて探偵として成長する物語を描くポイント&クリックのアドベンチャー。キャシー・レインディレクターズカットは2021年10月26日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で10月下旬にリリース予定とされる面白そうな作品を紹介していきました。10月13日にリリースがアナウンスされたアンダイイングやインサイクリプション、ムーングローブベイン、エイジオブエンパイア4、やってみたい作品が目白押しでした。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。